今回は1974年に公開された映画悪魔の生贄テキサスチェーンソーマサカーのロケ地巡りです。この映画は後のホラー映画に多大な影響を与えたスプラッター系の映画の先駆者的存在です。サリーとフランクリンの兄弟と友達のカーク、ジェリー、そしてパムの5人はサリーとフランクリンの祖父が眠っている墓地で墓荒らしがあったとのニュースを聞き、祖父の遺体は無事かを確認しに行くというところから始まります。墓荒らしが遺体を使って作ったモニュメントが生々しいですね。これはセットですが、後ろにある墓石は本物です。これは5人が乗ったバンが墓地に到着した時の画像です。撮影に使われた墓地は実在しており、墓地の姿はほとんど変わってはいませんが、周りの様子はすっかり変わってしまいました。次に5人はヒッチハイカーを拾います。当時のロケ地では典型的なテキサスの田舎の風景が見られます。荒野が広がり、周りには何もありません。現在では学校が建ち、周りには商業施設ができて、ここも全く姿を変えてしまいました。異常な行動をとるヒッチハイカーを車から追い出し、5人はガソリン給油のため、ガソリンスタンドに立ち寄ります。実はヒッチハイカーとガソリンスタンドのオーナーは親子でした。このロケ地は現在はガソリンスタンドではなくバーベキューレストランとテキサスチェーンソーファンの聖地として現存しています。店内には TCM のグッズやホラー映画のノベルティものもあり、ファンにとってはたまらないと思います。お店の人も親切で質問にも丁寧に答えてくれました。ここでランチはコンボプレートのバーベキューにしました。物価高の中、これで13ドルはお手頃です。美味しかったです。お店の前にあるベンチには映画出演者や関係者ですでに他界した方たちのメモリアルプレートが展示されています。50年前の映画ですので、何人かはすでにお亡くなりになっています。この車は実際に映画に使われたものではありませんが、店が映画ファンのために展示しています。さて、映画の5人ですが、このガソリンスタンドにはガソリンはなく、仕方なく代わりにバーベキューを買って店を後にします。
映画の5人ですが、この後、いよいよガス欠になってしまいます。パムとカークがガソリンを分けてもらおうと、この家に近づきます。さんさんと日が照る夏のテキサスの昼間。白いハウスにはあまりおどろおどろしさは感じられません。しかし、ハウスの中は、ホラー映画には必ずある場面ですね。カークが勝手に他人の家に入る。ブランコから降りて、ゆっくり家に近づくパム。有名なシーンの一つですね。そしてレザーフェイスに見つかり、パムもやっぱり捕まってしまう。この場面ではサリーがレザーフェイスに追われてこのハウスに逃げ込むところ、この時点でジェリーもフランクリンもレザーフェイスにすでに殺されています。2階に駆け上がるサリー。この階段も現存しています。そしてついに明け方、ハウスから脱出に成功したただ一人の生存者のサリー。このハウス、実は映画撮影後にキングスランドという場所に移転しています。この動画はその移転数ヶ月前に撮影された貴重な映像です。すでに廃墟化していたハウスを買い取り、復元して今はレストランとして活躍しています。撮影時にハウスが建っていた場所はファンの間ではクイックヒルと呼ばれています。1986年の地図では小高い草原地、あるいは牧場のような場所でした。現在はすっかり開発されて、病院やアパートが立ち並んでいます。ここにハウスは建っていました。ほんの数年前までは映画の頃の面影を残していました。牛が数頭いたそうです。しかし現在ではこのようにアパートが建設中ですっかり様変わりしてしまいました。映画の最後はサリーがレザーフェイスから逃れてピックアップトラックの荷台に乗り坂の下に逃げていき、レザーフェイスのチェーンソーダンスで終わります。レザーフェイスがチェーンソーを振り回す背後に映っているのが
オールドカウンティロード172という、現在では草木に覆われてしまった道です。さて、そこの場所を見てみましょう。現在、車が走っている道路は、撮影当時は存在していませんでした。この辺りは荒野でした。ここが坂道の下側です。トラックは坂道というか、丘の上の方からこちら側に走ってくる形ですね。現在は柵がされて入ることは難しいです。蛇も出そうです。では、この道とやや平行に走ってみましょう。よく見ると、カウンティロードの形跡が見えます。道が右上がりに丘の上の方に上がっているのがわかりますか？この丘の上にハウスが建っていました。そして、ヒッチハイカーを跳ねた大型トラックは、このようにこちら側から走ってきました。当時はハイウェイはできていないし、ただの坂道があっただけです。最後のチェーンソーダンスをした道は多分現存していると思います。ただ、草木に隠れて下からは見えないだけです。ここは TCM の聖地として永久保存してほしいところです。来年は50周年記念なので大々的なイベントがあるかもしれません。楽しみです。